この状況を受けて多くのユダヤ人科学者がドイツ国外に脱出を始めました。しかしマイトナーはドイツに残って研究を続けました。彼女がドイツに残った理由は諸説ありますが、多くの優秀なユダヤ人科学者がドイツ国外の大学や研究所のポジションを争う中、女性である自分が彼らよりも優先して採用されることはないだろうと考えたという説もあります。彼女を取り巻く状況は日々悪くなっていましたが、長年続いたマイトナーとハーンの研究チームにも影が差し始めます。ハーン自身はナチス党の支持者ではありませんでしたが、ユダヤ人の女性と共同研究をすることそのものが科学者としての自身の地位に対するリスクとなっていたのです。このような厳しい状況の中でもマイトナーとハーンの共同研究は続きますが、この時期にハーンが発表した論文にマイトナーの名前が共著者として記されることはありませんでした。それどころか、彼らが過去に発表した論文からもマイトナーの名前を削除したのです。決してハーン自身はマイトナーの存在を疎んじて彼女の貢献をなかったことにしようとしたわけではありません。ドイツ人科学者としての自分の地位を守りながらマイトナーとの共同研究を続けるための妥協点であったのかもしれません。しかしこのことが長年研究パートナーとして多くの素晴らしい業績を残してきた彼らの関係の破綻の引き金となってしまうのです。当時、マイトナーとハーン、若手の助手だったフリッツ・シュトラスマンの研究チームは超ウラン元素の研究に興味を持っていました。当時、地球に天然で存在する最も重い元素はウランだと考えられていましたが、イタリアの物理学者エンリコ・フェルミは、ウランの元素に中性子をぶつければ、ウランよりも重い元素を人工的に作ることができるのではと考えていました。超ウラン元素に興味を持った3人は研究を進め、多くの重要な研究成果を残します。しかし、ユダヤ人であるマイトナーの名前を堂々と出すことはできません。ハーンはもちろん、ナチス党を公然と批判していた助手のシュトラスマンは3人の共同研究の成果なのに、マイトナーの名前を出すことができないことに深い怒りを感じていたといいます。当時のドイツでは、それだけユダヤ人とのつながりを公にすることは危険なことであったのです。超ウラン元素の研究を進めている間にも、マイトナーを取り巻くドイツの状況はますます悪くなっていきます。1938年3月、ドイツはオーストリアを自国領として併合します。ナチス党はユダヤ人にドイツ国籍を認めなかったので、オーストリア国籍であったマイトナーは無国籍になってしまいました。パスポートを取り上げられ、彼女がドイツ国外に出国することはますます難しくなってしまいます。ドイツ国内でのユダヤ人に対する迫害はますます苛烈になっていきます。ハーンは何とかマイトナーが研究を続けられるように交渉しますが、ナチス党員が主要なポジションを占めるようになっていた当時のカイザー・ヴィルヘルム研究所では、ユダヤ人であるマイトナーの存在そのものが問題視されていたのです。マイトナーとの共同研究を続けることは、ハーンにとっても危険なこととなってしまいました。ユダヤ人とのつながりを持つことで、研究所の職を失うばかりか、逮捕されてしまう危険性すらあったのです。ハーンは決断を下し、マイトナーに告げます。研究所を退職してほしい。もうここに来てはいけない。長年一緒に研究をしてきた仲間からの裏切りを告げられた時のマイトナーの失望や悲しさ、少し想像するだけでも私は胸が張り裂けそうになってしまいます。彼女の状況はとても危険な状態になっていました。このままでは強制収容所に送られるのも時間の問題です。マイトナーはドイツ国外への亡命を決意します。ドイツ国外のマイトナーの友人たちも、彼女がこのままドイツに残ることは危険であると考え、協力してマイトナーの国外脱出の手引きを計画します。
マイトナーの友人であり、当時の量子力学の研究の世界的リーダーであったデンマークの物理学者ニールス・ボーアは、コペンハーゲンの研究所にマイトナーを招くことを計画します。しかし、デンマーク政府は難色を示します。パスポートを持たない無国籍人を公的な役職としてビザを発行することを問題視したのです。ドイツ国内にも数少ないながらもマイトナーの味方がいました。プランクの後任としてカイザービルヘルム研究所の所長を務めていたカール・ボッシュは多くのユダヤ人科学者のドイツからの国外脱出を支援していました。ボッシュはマイトナーに冷たい仕打ちをしたハーンに激怒し、彼女が国外で原子核物理の研究についての講演を行うという名目でドイツ国外に脱出できないか政府と交渉をします。しかし、ドイツ政府の答えは、ユダヤ人がドイツ科学会の代表として国外で講演することは認められないというものでした。こうした中、オランダ人の物理学者であるアドリアン・フォッカーとディルク・コスターは大胆な計画を立てます。なんと、偽造パスポートでドイツからオランダへのマイトナーの国外脱出を計画するのです。コペンハーゲンの研究所へ招くことはできませんでしたが、ボーアもマイトナーのために彼女の仕事を探すことに力を尽くします。当時、中立国であったスウェーデンの首都ストックホルムに物理学の研究所が建設中だったので、物理学者の友人たちと協力してストックホルムで彼女が物理の研究を続けられるように準備を進めます。もはや一刻の猶予もありません。1938年7月、コスターはマイトナーのための偽造パスポートを持ってオランダからドイツに入国しました。偽造パスポートで秘密裏にマイトナーをオランダ行きの汽車でドイツ国外へ連れて行く計画が実行されようとしていたのです。すでにマイトナーとの共同研究をやめていたハーンですが、マイトナーの亡命への協力には力を惜しみませんでした。カイザービルヘルム研究所にはナチス党員の科学者がユダヤ人科学者の亡命を阻止しようと目を光らせていたにもかかわらずです。マイトナーが出国する前夜に、マイトナーが研究所を退勤してから翌日の早朝に、駅に彼女を送る車が迎えに来るまで、ハンは自宅にマイトナーを匿いました。別れ際、ハンはマイトナーに困った時のお金や賄賂に使えるからと、自分の母親の形見の指輪を渡しました。マイトナーは困惑しましたが、ハンにとってはそれが精一杯の誠意だったのかもしれません。個人的な感想ですが、ハンは極めて優秀な科学者である一方、自身の信念や態度はごく普通の人間だったように思います。自分の研究所でのポジションは守りたい。でも同僚たちから白い目で見られたくない。だけれど、長年一緒に研究してきた仲間のことも大事だ。そのような葛藤を彼の行動の端々から私は感じます。彼の態度を後世の目線から非難するのは簡単ですが、同じような立場に置かれたとき、自分の地位や生活を危険にさらしてまで、毅然と国家の方針に逆らえる人がどれだけいるでしょう。とても難しい問いだと思います。少なくとも私は自信を持ってできるとは答えられません。こうして多くの人の協力のもと、偽造パスポートを使ってマイトナーは無事にオランダに入国できました。オランダに着いたばかりの頃は憔悴しきっていたそうです。万が一バレて捕まったら強制収容所送りなので無理もないでしょう。オランダでしばらく静養した後、マイトナーは中立国スウェーデンの研究所に移り、研究を再開することになるのです。
スウェーデンで研究を再開したマイトナーは、ハーンから手紙を受け取ります。マイトナーが中立国に移ったこともあって、手紙で以前のように研究に関する議論をできるようになっていたのです。この手紙の中で、超ウラン元素の研究を進めていたハーンが、実験でウランよりも軽いトリウムやラジウムが生成されたので、何が起こっているのか、とマイトナーに意見を求めてきたのです。ウランに中性子をぶつけることで、ウランよりも重い元素を作ろうとしていたのに、ウランよりも軽い元素であるトリウムやラジウムができるというのは、何か奇妙な未知の現象が起こっていることを示していたのです。マイトナーは自分と同じ物理学者となっていた甥のオットー・フリッシュと議論をし、中性子をぶつけることでウランの原子が分裂し、二つの軽い元素ができているのではないか、と考え、フリッシュとの共著論文を発表します。現在でいう核分裂の発見です。このアイディアは、原子核は硬いボールのようなものでなく、実は水滴や水飴のように緩くつながっていてぐにゃぐにゃ変形しやすいもののように捉えるべきではないかという他の物理学者が進めていた研究が元になっていました。実験で核分裂を初めて観測したのは確かにハーンでした。しかし、その現象に物理的な理論と解釈を与えたのはマイトナーとフリッシュの功績であることは疑いようがありません。彼女は分裂した2つの原子の質量が元のウランよりも軽くなるという現象に対しても、核分裂の際に失われる質量と放出されるエネルギーがアインシュタインの有名な質量とエネルギーの等価性を表す有名な式 E イコール mc2 乗と一致することを示したのです。こうして発見された核分裂ですが、後に彼女の知らないうちに原子を割ることで取り出された莫大なエネルギーで大量破壊を行う原子爆弾の開発に応用されることになります。第一次大戦の時、ハーンが毒ガスの研究をしているのを見て、科学が平和に使われることに力を尽くそうとしていた彼女の研究が、最も悲惨な戦争への利用されることになるのです。マイトナーがスウェーデンで研究を続けている間、第二次世界大戦が起き、そしてドイツが敗戦し、日本では広島と長崎にアメリカの科学者たちがマンハッタン計画で開発した原子爆弾が投下されました。原爆の開発に全く関わっていなかったマイトナーにとっては完全に寝耳に水でしたが、原子爆弾に利用された核分裂の発見者として原爆の母と呼んで彼女を称賛するメディアまでいたそうです。あれほど戦争を意味嫌っていたマイトナーにとって、どれほど心苦しく不名誉なことであったでしょうか。彼女は、私は原爆とは何も関係していません。原爆が開発されてしまったことを本当に残念に思うという言葉を残しています。彼女の当時の苦悩が伝わってきます。1944年のノーベル化学賞が核分裂の発見の業績に対してハーンに授与されましたが、マイトナーは長年の研究パートナーであり、理論的な洞察に大きな貢献をしたにもかかわらず、ノーベル賞を受賞できませんでした。当時のノーベル賞財団は発見に重きを置いていて、その理論的な考察や検証を行った彼女の仕事をあくまで副次的な研究とみなして評価していなかったようです。彼女は49回もノーベル賞の候補者としてノミネートされながらも亡くなるまで受賞できなかったことは、当時から多くの科学者がマイトナーが受賞できないのはおかしいと言っていますし、私もすごく残念なことだと思っています。ハーンのノーベル賞の受賞についてマイトナーはこのように述べています。ハーンがノーベル賞を受賞したのは当然のことです。しかし、ウランの核分裂のプロセスや核分裂が起こるときに大きなエネルギーが生じることを明らかにした私とフリッシュの貢献は決して小さなものではなかったと思っています。
これらはハーンの研究分野とは明確に大きく離れていたものでした。核分裂現象を実験で発見したのは確かにハーンの業績ですが、その現象の解釈や核分裂によって生じるエネルギーについての理論的な洞察をした自分の仕事を正当に評価されなかった彼女の無念が伝わってきます。戦後、マイトナーはナチス党が権力を掌握していた頃のドイツの科学者たちを公然と批判するようになりました。ドイツの敗戦後、マイトナーがハーンに宛てた手紙の一部を抜粋して紹介します。あなたたちは皆、ナチスドイツのために働いていた。そして、消極的な抵抗をしようともしなかった。何百万人もの罪のない人間が殺されたのに、何の抗議もしなかった。私や他の多くの人々は、あなたたちが受動的であったことによって起こったことの責任を共有していることを自覚し、償いに取り組むことがあなたたちにとっての道だと考えている。情けなく聞こえるかもしれないが、それでも私がこうしてあなたに手紙を書いたのは、それが真の友情だと信じているからだ。彼女のこの言葉に、私はあえてコメントを控えようと思います。この動画を見てくださった方、一人一人が彼女の生き様を通して何かを感じてくれればと思います。晩年、科学研究の第一線から退いた後も、科学技術の平和利用や女性の教育のために、マイトナーは多くの活動をしました。私のお気に入りの写真を紹介しましょう。若い女子学生と談笑するマイトナーの写真です。マイトナーが若い頃は、女性が大学に入学することさえ許可されていない時代でした。そんな彼女がおばあちゃんになった時、女子学生たちが大学に通い、高等教育を受けられる社会に変わったことは、彼女にとって大きな喜びであったはずです。マイトナーは1968年に亡くなりました。彼女の墓碑にはこう刻まれています。リーゼ・マイトナー、人間性を失わなかった物理学者と。今日は20世紀前半に活躍した科学者リーゼ・マイトナーの生涯について紹介しました。科学の平和利用を誰よりも強く望みながらも、自分の研究が人類史上最も悲惨な兵器である原子爆弾に応用され、それでも人間の良心を信じ続け、迫害される人々への無関心に静かな怒りを表した彼女の人生や生き様が、皆さんにとって有意義な糧となるものがあったら嬉しく思います。それでは次回の動画までごきげんよう。